19世紀後半、ヨーロッパは産業革命がもたらした未曾有の繁栄と科学技術の目覚ましい進化を謳歌していました。都市は加速度的に膨張し、人口は歴史上かつてない速度で増加の一途をたどっていましたが、この表面的な繁栄の裏側では、人類社会の存続を脅かす根源的な危機が静かに、しかし確実に進行していました。膨張し続ける人口は、地球の有限な耕作地がもたらす食料供給能力の限界を、容赦なく浮き彫りにしていったのです。当時の大都市に広がる貧民街では、栄養失調が日常となり、食料価格の高騰は社会不安を煽り、人々の生活を脅かしていました。この時代、農業生産性を決定づける最も重要な要素の一つが、作物の健全な成長に不可欠な栄養素である窒素でした。窒素肥料の主要な供給源は、南米チリのアタカマ砂漠での未採掘される希少な硝石、すなわち硝酸ナトリウムにほぼ限定されていました。この天然資源の枯渇は時間の問題とされ、遠くない未来には、人類全体の食卓からパンを奪い去るかのような暗雲が世界を覆い始めていたのです。多くの科学者が、この閉塞的な状況を打開すべく、大気中に無尽蔵に存在するにもかかわらず、生命が直接利用できない窒素ガスを、植物が吸収可能なアンモニアへと変換する、窒素固定、という、まさに錬金術師の夢にも比すべき挑戦に心血を注いでいました。しかし、大気中の窒素分子は、強固な未結合によって原子同士が緊密に結びついており、その結合を切断し、他の元素と結合させるには、従来の科学的手法では想像を絶するほどの高エネルギーと特殊な触媒、極めて過酷な反応条件が不可欠でした。このため、産業規模での実用化は長らく不可能の代名詞とされていたのです。このような時代背景の中、フリッツ・ハーバーは1868年12月9日、ドイツ帝国の東部、当時のプロイセン領であったブレスラウ、現在のポーランド、ブロツワフに、ユダヤ系ドイツ人の裕福な占領商人の息子として名を受けました。彼の誕生は、時代の黎明期が内包していた矛盾そのものであり、後の彼の劇的な運命を予感させるかのようでした。若き日のハーバーは、学問への飽くなき探求心に突き動かされ、フライブルク大学、ハイデルベルク大学、ベルリン大学で科学を学びました。特にハイデルベルク大学では著名な科学者ロベルト・文前に師事し、1891年に学位を取得後も、学術研究への情熱を失うことはありませんでした。1894年、ハーバーはミュンヘン工科大学を経て、カールスルーエ工科大学に招かれ、物理科学の分野で頭角を現します。彼は起承反応の電気科学的研究や、石鹸製造における脂肪の電気分解といった、当時最先端かつ実用的なテーマに意欲的に取り組みました。この時代、科学者としての彼の視線は、来るべき食糧危機とその根本的な解決策たる窒素固定という、壮大かつ喫緊の課題に釘付けとなっていたのです。ハーバーは、理論科学と応用科学の境界を自在に行き来する独自の才能を持って、人類が直面するこの困難を科学の力で必ずや克服できると確信していました。ユダヤ系ドイツ人として、プロイセン的な勤勉さと国家への貢献意識を強く持っていた彼は、科学を通じて祖国と人類に尽くすことに、自己の存在意義を見出していたのです。ハーバーは、それまでの研究者たちが試みてきた非効率的な高エネルギー法とは一線を画す、より実用的かつ効率的なアンモニア合成への道を模索しました。彼は、触媒の存在か、高温、高圧という極限の条件下で化学反応がどのように進行するかという、基礎的な反応機構に深く注目しました。そして、大気中の窒素ガスと水から得られる水素ガスを直接反応させることでアンモニアを合成するという、当時の常識からすればほとんど不可能に思える偉業に、彼の全精力が注ぎ込まれたのです。それはまさに、無限の空気から生命を育む糧を作り出す、壮大な科学的挑戦でした。数年にわたる試行錯誤と、無数の失敗が繰り返された果てに、1909年7月2日、
フリッツ・ハーバーはついに実験室規模でのアンモニア合成に成功します。この日、彼は高圧反応容器内でわずか数百グラムではありましたが、純粋なアンモニアを生成し、この画期的な成果は科学史における一つの歴史的転換点として記録されることになりました。彼の開発したプロセスは、初期のウラニウムやオスミウムといった高価な触媒を経て、最終的にはより安価で効率的な鉄を主成分とする特定の触媒を用いるものでした。そして、当時の技術では想像を絶するような数百気圧という超高圧と、摂氏数百度に達する高温下で、極めて安定な窒素と水素を結合させるという、前例のない挑戦を現実のものとしたのです。この成功は、長らく人類にとっての夢物語であった窒素固定の実現を告げ、世界中の科学者たちに衝撃を与え、窒素固定研究における新たな時代の幕開けを鮮やかに告げるものでした。しかし、実験室での成功は、直ちに工業規模での大量生産を意味するものではありません。わずか数百グラムのアンモニア合成と、年間数百万トンという膨大な量を安定的に生産することの間には、超え難い技術的、経済的課題が横たわっていました。ここで、フリッツ・ハーバーの天才は、科学的発見を産業へと結びつけるという、もう一つの領域でさらなる輝きを放ちます。彼は、当時のドイツ最大の科学企業であり、革新的な技術導入に積極的であったバスプ社に、自らのプロセスを工業化するよう持ちかけました。バスプ社の熟練した科学者であり、並外れた工学的手腕を持つカール・ボッシュは、ハーバーの実験室での成功に秘められた無限の可能性をいち早く見抜き、その工業化という困難極まる挑戦を、社運をかけて引き受けます。ボッシュとそのチームは、ハーバーのプロセスを大規模化するために、想像を絶する技術的障壁に直面しました。特に、数百気圧という超高圧と高温に連続的に耐えうる巨大な反応機の設計と製造は、当時の冶金技術にとって前例のない挑戦であり、高圧水素による鋼材の水素税制を防ぐことは喫緊の課題でした。さらに、その過酷な圧力と高温条件下で効率的に機能し、かつ長期間安定した性能を維持する触媒の選定と開発、そしてプラント全体の安全性と生産効率を最大化するための熱管理システムの最適化など、無数の問題が山積していました。しかし、ボッシュと彼のチームは、途方もない努力と革新的な技術開発、そして科学的洞察力をもって、これらの困難を一つ一つ克服していきました。彼らは、反応機のない壁を軟鉄で覆い、高圧水素から鋼材を保護する、多層反応機という画期的な解決策を編み出すなど、数々の技術的ブレイクスルーを成し遂げたのです。こうして、二人の名を冠する、ハーバー・ボッシュ法が完成し、1913年にはバスプ社のレーナ工場で、世界初となる工業規模でのアンモニア生産が開始されました。この偉業によって、人類は空気中に無尽蔵に存在する窒素から、生命を育む糧を無限に生産する手段を、ついに手に入れることになったのです。これは、科学者が直面する問題の本質を深く理解し、その解決のために独創的な道を切り開いたフリッツ・ハーバーの若き日からの類稀なる探求心と、それを産業規模で実現したカール・ボッシュの卓越した工学的才能の結晶でした。この偉大な発見は、まさに20世紀の始まりにおいて、人類の歴史の方向を根本から変える、静かなる科学革命の序章を告げていたのです。ハーバー・ボッシュ法の確立は、単なる一つの科学プロセスの発明に止まるものではありませんでした。それは、人類社会全体に計り知れない影響をもたらす、真の科学革命の出発点となったのです。この画期的な技術は、大気中の無尽蔵な窒素を、植物の成長に不可欠なパンの元ともいえるアンモニアへと変換することを可能にし、世界農業の様相を根底から変貌させました。トーマス・ヘイガーの著書、The ALCHEMY of Air に描写されたように、
人間が直接利用することが難しかった空気中の窒素、空気の約 78% を占める窒素、科学的なプロセスを用いて生命活動に不可欠なアンモニアへと変換する。この驚異的な業績は、まさに空気の錬金術と称されるものでした。それまで南米チリ産の希少な硝石に過度に依存していた窒素肥料の供給は、ハーバー、ボッシュ法によって安定的に、かつ大量に確保されるようになり、世界の農業生産性は劇的に向上しました。この技術がもたらした恩恵は、想像を絶するものでした。単位面積あたりの収穫量は飛躍的に増加し、かつて恒常的な飢餓と食料不足に苦しんでいた多くの地域で、栄養状態が改善され、より多くの人々が健康的な生活を送れるようになりました。歴史家たちは、ハーバー、ボッシュ法によって数億人の生命が救われたと評価し、この発明が20世紀における人口爆発の最も重要な要因の一つとなったと指摘しています。18世紀以降、マルサスの人口論が示すように、食料不足は常に人口増加の最大の制約要因でしたが、化学肥料の普及により、この制約が緩和され、世界の人口は指数関数的に増加していきました。それは、科学の力が人類の生存と繁栄に直接的に寄与した人類史上最も顕著な成功例の一つとして、今なおその影響が深く語り継がれています。ハーバー、ボッシュ法がなければ、現在地球上に暮らす約80億人のうち、少なくとも半数近くは存在し得なかっただろうという試算もあり、その分霊史的な影響の途方もなさを物語っています。この技術は、人類が自然の摂理に抗い、自らの手で未来を切り開く可能性を実証した記念碑的偉業でした。この比類なき功績に対し、フリッツ・ハーバーは第一次世界大戦がようやく終結を迎えた直後の1918年、空気中の窒素からアンモニアを合成する方法の発見という純粋な科学的貢献に対し、ノーベル化学賞を受賞しました。この最高の栄誉は、彼の知性がもたらした人類への普遍的な恩恵への正当かつ最高の評価でした。受賞時、ハーバーは49歳。科学者としての彼のキャリアは、この最高の栄誉によって頂点に達したかに見えました。彼は、祖国ドイツ、そして世界に誇るべき偉大な科学者として、その名を永遠に歴史に刻んだのです。ハーバー、ボッシュ法の登場は、農業分野のみならず、現代社会を形作る他のさまざまな産業にも多大な波及効果をもたらしました。アンモニアは、食料生産を支える肥料の原料であるだけでなく、爆薬、染料、プラスチック、さらには医薬品といった、現代文明を支える多したような化学製品の基礎となる、極めて重要な化学物質です。このため、ハーバー、ボッシュ法は、現代の巨大な化学産業の基盤を築き、その後の科学技術の発展に不可欠な役割を果たしました。例えば、第一次世界大戦中、ドイツは連合国による苛烈な海上封鎖によって、チリ硝石の輸入が完全に途絶えるという絶望的な状況に陥りました。火薬製造に不可欠な硝石の供給停止は、通常であれば国家の軍事力を麻痺させる致命的な打撃となります。しかし、ドイツは驚くべきことに、戦争の最終局面まで国内での火薬生産を維持し続けることができました。これは、たならぬハーバー、ボッシュ法によって合成されたアンモニアを原料として、人工的に硝酸が製造され、それが火薬へと転用されていたためです。この事実は、この技術が持つ軍事的な側面が、国家の戦略、ひいては戦争の帰趨にまで決定的な影響を与えうることを明確に示唆していました。平和をもたらすパンの原料でありながら、同時に破壊をもたらす火薬の原料でもあったアンモニア、その両義性が、フリッツ・ハーバーという一人の科学者の運命、そして彼が築いた科学の遺産全体を象徴するかのようでした。このデュアルユース性こそ、ハーバーの生涯を通じて彼を苦しめることになる。根本的な矛盾の象徴となるのです。フリッツ・ハーバーがノーベル化学賞を受賞し、
世界中の飢餓を救う画期的な技術を確立したその栄光の裏側で、彼の人生は第一次世界大戦という未曾有の世界的災禍によって、深い倫理的矛盾と、そして個人的な悲劇によって、永遠に彩られることになります。1914年8月、ヨーロッパを覆った戦火は、彼の故郷であるドイツ帝国を、そして科学者であるハーバーをもその渦中に深く引き込みました。彼は熱烈なドイツ愛国者であり、国家に尽くすことこそが最高の栄誉である。という、プロイセン的な揺るぎない信念を深く抱いていました。この強固な信念が、彼を人類史における最も非人道的な兵器の開発へと駆り立てる、恐れるべき原動力となったのです。開戦後、フリッツ・ハーバーは陸軍省の科学戦部隊を組織し、ドイツ軍の科学顧問という極めて重要な役職に就任し、最前線で軍事研究の指揮を執ります。彼の専門知識と類稀なる科学の洞察力が最も求められたのは、膠着した戦況を打開するための新たな兵器、すなわち化学兵器の開発でした。当時の西部戦線は、ベルギーからスイス国境まで続く数百キロメートルにも及ぶ塹壕戦が形成され、両軍が泥沼の消耗戦に陥り、戦線の打開は困難を極めていました。このような絶望的な状況下で、ハーバーは新しい形の兵器、毒ガスの可能性に注目します。彼は、化学反応によって敵兵を一方的に無力化し、戦況を劇的に打破できると強く確信しました。それは、彼の科学者としての類稀なる才能と、祖国への献身という狂信的な信念が、人類にとって最も恐ろしい形で結びついた、まさに歴史の暗い転換点となる瞬間でした。ハーバーは、塩素ガスが持つ強烈な毒性とその軍事利用の可能性を、昼夜を問わず深く研究しました。彼の直接的な指導のもと、ドイツ軍はライン川沿いの工場で塩素ガスを大量生産し、秘密裏に実戦投入の準備を着々と進めます。そして1915年4月22日、ベルギー北西部の都市イーペル近郊の戦線で、人類史上における最初の近代的な化学兵器攻撃が、非人道的な形で敢行されました。その日、午後5時、ドイツ軍は風向きが連合軍側に有利に吹いていることを確認すると、一斉に、およそ6,000本もの塩素ガスボンベを解放しました。そこから吹き出した黄緑色のガスは、まるで生き物のようにゆっくりと、そして確実に連合軍の塹壕へと流れ込みました。約6、この化学兵器の開発と実戦投入は、フリッツ・ハーバーの私生活にも深刻で、修復不可能な亀裂を生じさせました。彼の最初の妻であるクララ・イメルバーは、ドイツの大学で初めて科学の博士号を取得した、類稀なる知性と、科学の倫理的利用を強く信じる女性科学者でした。彼女は夫が人類を救うためのアンモニア合成研究に打ち込むことを誇りに思っていましたが、毒ガス開発に深く関与することに対し、激しい怒りと深い嫌悪感を抱き、徹底的に反対しました。クララは、科学は生命を育み、人類の福祉に貢献するためにあるべきだと固く信じており、それが大量殺戮の道具として利用されることに、倫理的な強い反感を抱いていました。科学の歪んだ利用だ。これは人間性の否定だ。と、夫であるハーバーを激しく非難したと言われています。二人の間に横たわる倫理観の溝は、あまりにも深く、彼らの結婚生活は毒ガス開発によって決定的に破壊されていきました。そして、イーペルの戦いからわずか数週間後の1915年5月2日、フリッツ・ハーバーが前線視察から一時帰宅していた夜、クララは自宅の庭でハーバーの軍用拳銃を手に取り、自らの命を絶ちました。彼女の死は、夫の行いに対する絶望と、科学者の倫理的責任についての、静かで、しかし世界に突き刺さるような、沈黙の抗議であったと多くの人が解釈しています。彼女の死は、ハーバーの人生における最初の、そして最も痛ましい個人的悲劇となりました。しかし、クララの悲劇にもかかわらず、フリッツ・ハーバーは毒ガス開発を止めませんでした。彼の心の中には、祖国への貢献と、
科学の力で戦争に勝利をつかむという、もはや脅迫観念に近い強い使命感がありました。彼はクララの葬儀にもほとんど参列せず、翌日には再び東部戦線へと赴き、毒ガスのさらなる改良と実戦投入の指揮を取り続けました。彼はその後も、さらに致死性の高いホスゲンガスや、皮膚を蝕むマスタードガスなどの研究開発を主導し、ドイツ軍の化学戦における中心人物であり続けました。彼はしばしば、戦時においては、勝利のためのあらゆる手段が正当化される、という冷徹な心情を表明しました。この言葉は、飢餓から人類を救った彼の科学者としての輝かしい業績と、自らの妻の命すら奪った彼の非人道的な倫理的選択の間にある、途方もない隔たりを浮き彫りにしています。この一連の出来事は、科学的功績と個人的悲劇、そして倫理的選択が複雑に絡み合う、ハーバーの生涯の象徴的な側面を形成しています。第一次世界大戦が終結を告げた時、フリッツ・ハーバーという名前は、国際社会において極めて複雑な評価にさらされることとなりました。彼が主導した化学兵器の開発と実戦投入という行為は、多くの国々から戦争犯罪人として非難される立場に置かれたのです。特に、1915年4月22日、ベルギーのイーペル戦線でドイツ軍が実行した人類史上初となる大規模な塩素ガス攻撃は、1907年のハーグリク戦条約における毒ガス兵器の使用禁止規定を事実上蹂躙するものであり、国際的な憤激と衝撃をもって迎えられました。ハーバーは、その非人道的な兵器の開発のみならず、自ら最前線に赴き、風向きや気象条件を細かく分析しながら毒ガス攻撃を指揮したとされており、その責任は極めて重いとみなされました。この結果、彼は一時的に国外への避難を余儀なくされ、戦勝国からの訴追の可能性に怯える日々を送ることになります。しかし、その祖国ドイツにおいては、彼の評価は国際社会とは全く異なる様相を呈していました。ドイツ国内では、ハーバーは祖国のために全てを捧げた英雄として祭り上げられました。多くのドイツ人にとって、彼は困難を極めた戦時下において、食料供給の根幹を支える化学肥料の国産化を可能にし、さらには戦局打開のために不可欠な軍事技術を提供した、まさに国家の存亡を左右する偉大な科学者であり、その功績は惜しみない称賛を受けるべきものでした。第一次世界大戦中、連合国による海上封鎖によって食料と硝石資源の供給が途絶える危機に瀕したドイツにとって、ハーバー、ボッシュ法によるアンモニア合成は、食料不足を緩和する肥料生産を可能にし、同時に、爆薬の主原料となる硝酸の国産化を確立することで、ドイツの戦争継続能力を根底から支え続けたのです。この国際的な評価と国内での評価の乖離は、フリッツ・ハーバーの生涯を通じて彼を苦しめることになる。彼の存在が抱える複雑な倫理的ジレンマを、まさに象徴するものでした。ハーバー自身は、自身の行動に後悔の念を抱くことはなかったとされています。彼は終生、私は祖国のために行動した、という揺るぎない信念を貫きました。彼の思想の根底には、プロイセン人としての国家への絶対的な忠誠心と、科学の進歩こそが国家の繁栄に不可欠であるという確固たる考えがありました。彼は科学者として、国家が必要とする技術を提供するという奉仕の義務があると考えていたのです。実際、彼は第一次世界大戦中に陸軍省の化学兵器部門の責任者を務め、ドイツの戦争遂行に深く関与しました。彼のこの強固な信念は、彼が毒ガス開発に深く関与した理由を説明する一方で、科学者が国家や政治権力といかに深く結びつき、その知識が破壊的な目的に利用されうるかという危険性を浮き彫りにするものでもありました。彼の弁明は、科学的知識の利用に対する倫理的責任が、個人の信念と国家の要求という、時として相入れない間柄でいかに複雑に絡み合うかを示唆しています。科学は普遍的な真理を追求する活動である一方で、
その応用は常に特定の時代、特定の社会の価値観やイデオロギーに影響されざるを得ないという根源的な問題を提示しているのです。第一次世界大戦終結後も、フリッツ・ハーバーはドイツ科学界の重鎮としての地位を維持しました。彼はベルリン近郊ダーレムに位置するカイザー・ヴィルヘルム物理科学・電気科学研究所の所長を1911年から務め続け、引き続き精力的に研究活動に邁進しました。彼の指導のもと、この研究所は世界有数の科学研究拠点として発展し、多くの優秀な科学者を輩出しました。しかし、彼の輝かしい功績と地位の安定の裏で、新たな悲劇が彼の人生に暗い影を落とし始めます。1933年、アドルフ・ヒトラー率いるナチス党がドイツで政権を掌握すると、長年にわたる反ユダヤ主義がついに国家の政策として公然と実行され、ユダヤ人に対する組織的な迫害が始まりました。ハーバーが長年所長を務め、自らの知性と情熱のすべてをつぎ込んだ研究所からも、彼の愛弟子や多くの優秀なユダヤ人科学者たちが次々と職を追われ、その未来を絶たれていきました。ハーバー自身もまたその例外ではあり得ず、かつてドイツの戦争遂行に不可欠な貢献を果たし、国家から栄誉を授けられた祖国の科学者は、突如としてヒアーリア人という烙印を押され、研究所の責任者の座を辞任せざるを得なくなりました。皮肉なことに、彼が化学兵器を開発し、第一次世界大戦におけるドイツの戦線を支えたことで、多くのユダヤ系ドイツ人兵士がその功績を認められ、勲章を授与されたという事実があるにもかかわらず、その数十年後には彼自身がその人種差別の犠牲者となるという、歴史の残酷で痛烈な皮肉がそこにありました。国家に尽くした英雄が、その国家から異物として排除されるという、この不条理な現実は、彼の魂を深くえぐるものでした。彼は生涯を捧げた祖国からの裏切りに直面し、彼のプロイセン的な忠誠心は根底から打ち砕かれたのです。この理不尽極まりない迫害に対し、ハーバーは深い失望と痛恨の念を味わいました。自らが心から愛し、その繁栄のために全ての科学的知識と情熱をつぎ込んできた祖国から、最も残酷な形で裏切られたと感じたことでしょう。1934年、フリッツ・ハーバーは、高齢と辛労に蝕まれながらも、慣れ親しんだドイツを離れ、イギリスのケンブリッジへと亡命します。そこで少しまとまった期間、研究活動を続けましたが、精神的、肉体的な苦痛は深く、健康状態は悪化の一途をたどりました。その後、病状の回復と、さらなる研究の機会を求めてスイスへと向かいますが、度重なる辛労と長年にわたる病魔にはついに勝てず、同年1月29日、スイスのバーゼルで隠ししました。その生涯は、ユダヤ系ドイツ人としてのアイデンティティと、国家への絶対的な忠誠心、そして科学者としての普遍的な真理の探求という、見栄の葛藤に彩られた、劇的で悲劇的なものでした。フリッツ・ハーバーの生涯は、まさに科学の進歩が人類にもたらす光と、それに伴う倫理的な深淵を象徴する壮大な物語として、今なお現代社会に語り継がれています。彼は、パンと毒ガスという相反する2つの象徴をその生涯に合わせ持った科学者として記憶されています。彼の開発したハーバー・ボッシュ法は、大気中の豊富な窒素を固定し、合成肥料の大量生産を可能にすることで、それまで飢餓の脅威にさらされていた数十億人もの命を救い、今日の豊かな食料供給の礎を築きました。この業績は、人類史における最も輝かしい科学的貢献の一つとして、その名を永遠に刻むものです。しかし、その一方で、第一次世界大戦中に彼が化学兵器の開発と実戦投入に深く関与し、その非人道的な毒ガスが戦場で想像を絶する破壊と苦痛をもたらした事実は、科学技術が人類にもたらし得る最も残虐な破壊の可能性を白日の下にさらしました。彼の妻クララ・イメルバーが
夫の毒ガス開発に倫理的苦痛を感じて自らの命を絶ったという悲劇的な出来事は、科学者の倫理的責任とは何か、そして科学を何のために用いるべきかという、普遍的で根源的な問いを、私たち現代の科学者や社会全体に突きつけ続けています。ハーバー・ボッシュ法で生産されたアンモニアは、火薬の原料である硝酸アンモニウムの製造にも利用されたことから、この技術は、二重用途技術、デュアルユーステクノロジーの典型例としても認識されています。この二重性は、科学技術そのものに内在する価値中立性と、それが利用される文脈によって善悪が規定されるという、深遠なジレンマを具現化しています。さらに、彼の毒ガス研究から派生した技術が、後にホロコーストの絶滅収容所で、ユダヤ人を大量虐殺するためのガス室で用いられたシアン化水素ベースの殺虫剤、ツクロン B へと転用されたという事実は、科学技術が作り主の意図を超えて悪用される可能性を残酷なまでに、そして深く記憶されるべき悲劇として示しているのです。ハーバー自身がユダヤ系であり、この恐ろしい未来を知る由もなかったという事実は、彼の人生の悲劇性を極限まで高めています。彼の知性が意図せざる形で彼自身の民族への破滅につながる可能性を秘めていたという歴史の皮肉はあまりにも苛烈です。フリッツ・ハーバーの功績と悲劇がこれほどまでに劇的に、そして残酷に交錯した生涯は、現代においても科学者の社会的責任と科学技術が持つ二重性に関する議論が起こるたびに、その名前が頻繁に引き合いに出される理由となっています。彼の物語は、科学的探求心の無限の可能性と、それに伴う倫理的責任の重さを、後世の科学者たちに深く、そして厳粛に刻みつけています。科学は価値中立的であるべきか、それとも科学者にはその成果の応用に対して価値思考的な、つまり倫理的な責任が伴うのか、という根源的かつ普遍的な問い。ハーバーの生涯は、これらの問いに対する単純な答えが存在しないことを私たちに深く痛感させます。しかし、彼の苦悩と選択、そしてその時代背景の物語は、科学者が社会と歴史の中で担う重い役割を、決して忘れてはならない教訓として、今なお私たちに深く問いかけているのです。彼の存在は、科学技術の進歩が常に、光と影の二面性を持ち合わせていることを、未来永劫、私たちに示し続けるでしょう。現代の AI、バイオテクノロジー、核エネルギー、遺伝子編集といった最先端技術が突きつける倫理的問題と強く共鳴し、科学の力が常に人類の福祉に貢献し、決して破壊の道に進まないよう、その倫理的側面を深く考察し続ける義務を私たちに課しています。ハーバーの遺産は、科学がもたらす無限の可能性と、それに伴う無限の責任を、絶えず問いかける試金石として、今後も人類の地に響き続けることでしょう。